おはようございます。どうも、まさるです。はい、ということで今日はね、漁師のルーティンをね、撮っていこうと思うんですけども、実はね、今、これ起きたんですけど、ここはね、普段寝てなくて、もう一軒家があります。なんでかって言いますと、すごく言いづらいんですけど、めちゃくちゃ心霊現象起きます、ここ。寝たくないです。この部屋が特にやばい。移住して2ヶ月ぐらい本当に寝てたんだけど、この部屋が一番やばい。地元の人にね、なんか心霊現象起きるんですよって聞いたら、あそこは例の通り道で有名な場所だからね、とか言われて。しかもみんな口揃えて言うんだよ。で、別の家借りてます。はい。こっちが月2万で、もう1個は月3万。月5万円です。YouTuber 2件持ちよ。ちなみにですね、この家の洗面台ぶっ壊れてるんで、髪とか整えたりできない。うわー、よくないね。ほら、蛇口がある場所の位置に蛇口がないの。どうしようもない。ということでね、もう1軒の家に髪整えに行きます。変な生活してます。でもね、古民家リフォームしてる人は、結構ね、途中で家住めなくなるんで、俺みたいに2軒借りてる人もね、多いらしいですよ。俺にピントが合わない。はい、家に来ました。一応ね、普段髪整えないけど、一応撮影なんで髪整え、口が回らない。一応ね、撮影なんで髪整えとこうかな。パーマなんで濡らすだけですよ。濡らせばなんとかなる。いつも俺に対して、ジェルつきすぎとか、いろいろ言ってくる人いるんですけど、あれね、違うんだよね。シンプルに濡らしてるだけ。乾いてないだけ。ジェルは1個もつけてない。でもこれ楽ですよ。海張るとどうせこれね、意味なくなるんで、普段やんないですよね、朝は。恥ずかしくね、これ。だいぶ治ったくない。で、これ分け目整えて、もうほぼ完成でしょ。髪鬱陶しいからこの髪型にしよう。で、スプレーで固めてます、いつも。じゃあ髪が整ったところで急いでね、競りに行きましょう。競りがね、朝8時半に魚の受付の締め切りで9時から開始なんですよね。遅いよね。普通6時とか5時とかなんじゃない？島遅いです。はい。よし、行きましょう。漁師なんで別に競りに行く必要とかないんですけど、結構ね、競りの時間にね、漁師が集まってて、情報交換とかね、したりしてます。なんか面白い魚がさ、あったりしたらさ、競り落としてもらって、俺が買うみたいなこともやってます。暗いね。画面が暗いな。見てくださいよ。一面ね、サトウキビ畑ばっかりなんですよ。サトウキビに関しては1年で収穫できるもんじゃないからさ、何年だっけな、2、3年植えてるもんだったと思うから、だいたいね、年中生えてるんですよね。はい、漁協に着きました。めっちゃ雨降ってきたんだけど、最悪。外で撮影できないじゃん。昨日ね、ジュエリーさんがね、モンガラカワハギっていう魚の剥製を作りたいっていうことです。それを取りにね、軽く潜りに行ったんで、俺もね、一応、手に出す魚があります。じゃあ出しますか。ここがですね、漁協の冷蔵庫なんですけど、昨日取った魚。これ、一文字ブダイと、モンガラカワハギ。これね、目ついちゃったんで、剥製できないんで、競り出します。で、これ、魚と自分の名前の札出しとけば、勝手に競りに出されるっていうシステムですね。俺、本名公開しないんで、名前置くところは出さない。はい、じゃあ9時までね、暇なんで、一旦家帰るか。朝ごはんでも食べようかな。もう本当はね、昨日から別に競り出ししとけばよかった話なんで、ここの無駄な作業はね、なかなかすることないんですけど、こんな感じで競り出してます。はい、ということで戻ってきました。それでは朝食を準備していきましょう。今日の朝食は、こちら、ゴゴティーです。ものすごくね、茶番な感じがするんですけども、素潜りするときは、固形物取るとね、全然息持たなくなるんで、俺は朝昼、素潜りするときは、ジュースですね。なんでもいいっす。これが朝食です。いい朝食だ。本当にね、食べ物食うと全然潜れないんだよね。潜れる人も今するんだ。俺はね、潜れない人だわ。そう、これが見せたかっただけです。朝食はどこでも取れるんでね、じわじわ取っていきながらね、競りに行きましょうか。いくらがつくでしょう。俺の予想、一文字ブダイがキロ300円で、モンガラカワハギがキロ50円。もしくは戻ってくる。モンガラカワハギ売れるかな。さて、いくらつくかな。魚がある今日も。行こうかな。丸い生パチの松で5キロ。1番の1.1キロ。山ね、28番シビ1.9キロ。150円山。はい、買いました。俺が取ったみたいな感じしてますけど、買いました。はい、全部戻ってきました。0円。一文字舞台0円。モンガラカワハギ0円。これが素潜りのね、現実です。渋いっす。こんなもんです。売れません。はい、ということで、今収入0円でしたね。手に出てる魚がね、多いとね、割とこんなもんですね。はい、バナナね、もらいました。じゃあ、また家に帰ります。
はい、ということでですね、戻ってきました。よくですね、DM とかでね、潜り漁師になりたいんですけど、どうしたらいいですかねみたいな質問が来るんですけども、夢をね、壊すようなことを言って申し訳ないんですけど、手に職をつけてください。素潜り漁師だけじゃ稼げないですね。まあ無理ですね。少なくとも俺の島は。夏はね、まだ稼げるんですけど、冬はね、俺たちが素潜り狙うような、クハラとかね、そういう畑の高級魚が深場に行っていなかったりだとか、水温下がると魚の警戒心が高くなってシンプルに取れないっていうのもあるんで、冬場の昼間に素潜りで稼いでる人いないです。無理です。まあでも、せっかくなんで今日は潜りに行こうかなと思います。で、潮確認した感じ、14時半が干潮だったんで、その潮止まりのタイミングを狙ってね、潜りに行こうかなと思います。時間的には、どうだろうな、1時から4時とか、そのぐらいの時間でね、潜りに行きます。今日はですね、昼間潜って、で、その後、また準備して、全然、昼と夜の装備って全然違うんでね、夜の準備して、夜潜って、で、そこから帰ってきて、競りで落としてもらった赤ヤガラと、戻ってきたモンガラカハリ、これをね、料理して食べようかなと思ってるんで、1時まで暇な間にね、その準備をね、していこうかな。実はね、俺の動画、キッチンの準備が一番ね、時間かかってるかも。まずね、ちょっと五徳をきれいにしていきましょうか。視聴者の皆さんそんな気にしないかもしれないけど、結構ね、汚いんですよ。こっちに関してはもう真っ黒。やっぱね、清潔な方が見る側も気持ちいいですからね。じゃあやっていきましょうか。噛んだ。じゃあやっていきましょうか。ここ外れるんですよ。固まってる。よいしょ、取れた。でもその点 IH とかいいよね。拭くだけでしょ。これ取れるか。ベタベタよ。うわ。ここは月1ぐらいの掃除ですね。はい、じゃあやっていきましょう。これ鍋使うのさ、衛生上良くないかもしれないけど、俺はもう普通に使ってますね。大丈夫でしょ。醤油をね、入れていきます。で、この中入れていきます。入れていきます。大体このお湯がね、60度ぐらいになってると思うんですよ。で、ここに重曹。これ多いとか言われるんだろうな。知らないよ。適当だからいつも。俺多い方が綺麗になると思ってるからさ。こっからね、クエン酸入れていくんですけど、これ入れると面白いんですよ。化学反応ですよ。頭悪そう。めちゃくちゃ頭悪そう、今の。ここにね、クエン酸を入れていくと。もうちょい近づけとくか。面白いよ。ほら。で、これであとはね、待つだけですね。次は、包丁研いでいきましょう。正直俺の動画で時間かかってると包丁研ぐのかもしれない。それやっていきます。いつもは別にね、見せてないんですけど、今日はね、ちょっとやっていこうかなと思います。どうなんだろう、みんな興味あんのかな、包丁研いでるところなんて。これがね、洗い砥石なんですけど、洗い砥石は、すり減るの早いっすよね。すぐデコボコになりますよね。この緑のだけ毎回ね、面直ししてやってます。面直しっていうのは何かやりますね。これがね、混合砂ってやつなんだけど、これをね、ここにかけますと。で、この面直し器で平らにしていきます。独学なんでね、あんま正しいかどうかわかんないんですけど、砥石ね、平らにしてないとね、包丁がちゃんと研げないんですよね。これでね、少し平らになりました。せっかくなんでね、ちょっとデモンストレーションでもやっておきましょうか。いきます。もう元々そこそこ切れたわ。レバーも。ちょっと、微妙だね。言うて切れるな。デモンストレーションが意味をなせなかったかも。こんぐらいの包丁あったら1本2、30分ぐらい研げて、刺身包丁はね、どうだろう、1時間もかかんないかな。もうちょい時間かかって。で、この大きい出刃包丁。これはね、果てしなく時間かかる。だから毎回研いでないですよね。超めんどくさい。で、今日はですね、この2本研いでいきます。普通のね、出刃包丁と牛刀って言うんですけど、これを研いでいきます。今この順番にね、砥石使ってきました。違うわ、こっちだ。これがね、確か240番で、1000番で、3000、8000、15000ですね。いつも15000まで研いでます。測ったことなかったからさ、どんぐらいかかるか分かんなかったけど、意外と時間かかるね。12時14分ですね。意外と時間かかる。はい、ということでね、終わりました。ざっと1時間半ぐらいかかってましたね。じゃあ見てみます。一応ね。全然わかんねえな。でもよくはなってるんだけどな。最初切れないようにしといてよかった。よくはなってんだけどな。あんま違いわかんねえな。まあいいや。今
今日の目標はね、氷台より取ること。冬はね、昼間ほとんど取れないから、普通は夜潜るんだけど、昼行ってくるわ。スイッチオン。さてさて、700円分です。700円分が取れるかどうかっていう渋すぎる事態ね。石垣台がいたらいいかな。ワンチャンでかいのがね、来る可能性もあるから、一応ね、氷はね、毎回買ってます。はい。じゃあね、海行ってきましょうか。楽しみだね。何取れるかな。狙いは石垣台かな。ちなみにこれ何と思ってる人いると思うんですけど、これね、重りです。いかついっしょ。普通のベルトもつけます。あとカンパチが回ってきたら最高なんだけどね。島だと素潜りでね、冬に毎年 2,3 本ぐらい上がってるらしいんで、可能性がないことはない。あいつらアホなんで、いたらつけますね。来ないかな。奇跡起きろ。今日大潮だし。案外強いぞ。動画上じゃ全然わかんねえな。よっしゃ、行ってくるわ。それでは素潜り開始です。今日はですね、だいたい3時間ちょっとぐらい潜ってましたね。はい、それではとりあえず沖に向かっていきましょう。こういう岩の割れ目とかにですね、石垣台がいることが多いんで、この中をね、見ていこうと思います。で、今ね、ライトがね、壊れちゃってて、照らせないっていうのはね、ちょっとハンデはありますよね。どうやらいなさそうですね。後ろにいるのは縦縞巾着鯛っていう魚ですね。観賞魚としてはすごい価値が高い魚なんですけど、競りに出してもね、売れないんで、こういうのはね、取らないんですよね。何やら迫ってきましたね。どんどん近づいてきます。ゲット。こちらはエラブウミヘビっていうウミヘビですね。ハブの80倍危険な毒を持っていると言われておりますが、口が小さいんで、指を突っ込まない限りは、基本的には噛まれることはないですが、皆さん真似しないようにと言っておきます、一応。はい、逃げていきました。さて、今度は南洋ブダイの群れがいたんで、それをね、狙っていきます。海底まで潜っていきます。海底まで行ったら魚を驚かせないように、とりあえずね、息を潜めていきます。ヒットならずと。これはね、完全に取れたと思ったんですけど、抜けていっちゃいましたね。はい、鱗が1枚だけ取れてますね。ちょっと距離が遠かったみたいです。あと10センチといったところでしょうね。さて、また魚を見つけたんで潜っていきます。ヒット。外れちゃいましたね。今の魚は青ちびきっていう魚だったんですけど、抜けてっちゃいましたね。いやー、ちょっと無駄に傷つけちゃってね、申し訳ないですね。ただね、やっぱりね、こういう素潜り漁やってると、そういうことはね、どうしても起きちゃうんですよね。さて、次の魚狙っていきましょう。ヒット。こちらはですね、南洋カイワリです。今日はですね、3時間以上潜ってこの1匹だけでしたね。陸に戻っていきましょう。
はい、それではね、上がってきました。いやー、3時間ぐらい潜ってたかな。渋いね。だいぶ渋い。ちょっと画面がガタついてて申し訳ないが、風の海が基本的に渋いんですけど、その中でもダントツに渋い渋さでしたね。はい、戻ってきました。いや、びっくりした。渋すぎる。過去稀に見るひどさでしたね。水中抜けすぎですね。まあでも、仮にあいつらが全部取れたとしても、1000円前後ぐらいにしかならないんで、やっぱり仕事としては成り立たないですよね。趣味ですよ。やっぱ冬はね、無理っすね。で、遊べて1000円稼げるんだったらいいじゃんぐらいで思うかもしれないんですけど、水中銃とか、もろもろの経費とか考えたら、えげつない赤字ですからね。プラスではない、マイナスですから。夏は取れるんですけどね。多分動画上では映ってないですけど、畑の魚3回見たんですけど、いつも通りえぐいね。上で目合った瞬間にもう逃げていくからね。どうしようもないわ。あいつら取れねえ。ボンベ背負ったらいけるな。潜水士取ったらボンベ使えるんでね。まあ、ボンベ背負ってもきついかもな、あいつらは。ということですね。まあ、もうマジで悔しいんで、もう俺ウェットスーツ着たまま戻ってきた。このまま腹ごしらえして夜の海に向かいます。まあ、夜の海はあんま深く潜んないんでね、俺そこはね、普通に飯食ってます。で、まあ、夜に関しては、魚寝てるんでね、いればつけます。あとは運です。じゃあ、飯食おう、飯。納豆ご飯です。潜るときに一番良くないものは油物ですね。油物だけはね、さすがに潜る前に食えない。油物っていうのかな、揚げ物だ、揚げ物。揚げ物はね、本当にね、あれ食うと潜れなくなる。本当に。まあ揚げ物以外だったら何でもいいかなって感じではある。あんまり食べないとね、今度はね、体温がなくなってしんどくなるっていうのがあるから。うわ、昨日ぶりの食事がうめえ。多分ね、素潜り漁師はね、酒飲みとか向いてないと思う。酒飲むタイミングがすごくね、遅くなるんで、夜潜り行くっていうことは、その分酒飲む時間が、ね、遅くなるから。まあ、俺は基本飲まないけどね。一人にとっては。よし、じゃあ、行ってきます。はい、ということで、夜飲み行きました。いやー、暗いですね。じゃあ、行ってきますか。目標は低く行こう。氷代。700円。700円分の氷代を稼ぎましょう。ちなみに南洋海割は、小ささで着き場所はもう、ほぼ 100% 売れないんで、後でさばきましょう。今のところ0円です。やっていこう。さて、夜の海に出陣したんですけども、いや、今日はね、なかなか荒れてますね。サンゴ礁の際はこんな感じで、結構波が強いことがあるんですけども、このぐらいだったら沖まで行けばそこまではね、荒れてないんで、全然大丈夫です。さて、サンゴ礁を抜けました。とりあえず獲物を探していきましょう。夜はですね、生物が穴の中に隠れてることが多いんで、潜って穴の中を見ていきます。いました。ゲット。こちらはですね、カノコイセエビですね。夜はですね、イセエビとか夜光貝をね、メインでね、狙っていきます。魚はいればつくぐらいの感じですね。またいました。2匹目ゲットですね。ちょっとですね、面白いものを見つけたんで、潜っていきます。シマイセエビの抜け殻ですね。イセエビはね、結構頻繁に脱皮する生物で、抜け殻もね、結構落ちてること多いんですよね。こちら長い生物はですね、毒ウツボですね。返しがない森ではさすがにちょっとね、捕獲が難しいです。いました。こちら夜光貝ですね。ゲット。まあまあ大きいですね。今、とある生物をね、追っかけてます。皆さん分かりましたね。なんかね、いきなりね、目の前を通り過ぎてきたんで、もうすぐにね、追いかけ出しましたよ。ゲット。こちらは島ダコですね。歯に微毒があるんで、噛まれたらね、かなり痛いらしいです。噛まれないようにハサミで持って帰ります。さて、また夜光貝がいました。ゲット。こちらはマダライですね。結構浅い、水深2メーターぐらいのところにいますね。サイズ感伝わんないと思うんですけど、おそらく15キロぐらいの、結構大きな個体ですね。いつかね、このエイも食べてみたいなとは思ってるんですけども、さすがにね、装備がしょぼすぎて取れないですね。諦めて貝を探していこう、貝といったところでいましたね。夜光貝です。
で、とある生物の尻尾が見えたんで、潜っていきます。こちら、ソウシハギですね。肝臓にパリトキシンっていうフグ毒より全然強い猛毒を持ってると言われてるカワハギですね。手で取れます。逃がしましょう。さて、それでは今回の動画最後の素潜りになります。ゲット。伊勢海老を取ったところで、陸に戻って取れたものを確認していきましょうか。それでは漁協にね戻ってきました。あれ、タコどこ行った？タコまあ今日はね、コブシメっていう大きいイカが産卵をよくしに来るって言われてる場所でね潜ったんですけど、全然でしたね。ちょっとそれをね見せたかったんですけどダメですね。漁獲はこんな感じです。ちょっと少ないですけども、まあ2時間半ぐらい潜ってこんな感じ。カノコイセエビが4匹と、これ夜光貝が3匹。1、2、3。そしてこれ、島ダコですね。島ダコ。これサバイバル見てくれた人はね知ってると思うんですけど、サバイバルのね3日目か4日目ぐらいに、2日目だったかな、サバイバルの最初のなんか潮干狩りみたいな時にちっちゃいタコ取ったやつ、それのね大きくなるとこんな感じになります。これ結構ね高級食材で高く売れるんですよ。夜光貝も今日ね見つけたのは結構大きかった。ほらでかくない？こんなでかいのがあんな表面にいることはないんだけど、あ、これマイク持ってるからこんな喋り方なんだけどね、結構大きい。 1.5 キロぐらいあるかもね。1匹でいくらだろう。島は安いけどね、沖縄に送ったらまあまあ値段します。コロナがなかったらねまあ今はコロナがあるからねそんなに値段しない。伊勢海老もまあ2時間半潜ってこれで暗いな、まあ夜だからね、まあ6000、7000ぐらいじゃないかな。まあ仕事としては悪くないよね。めちゃくちゃ命がけだけど、まあ俺はね夜の潜りに関してはめちゃくちゃ素人なんで、上手い人はね全然2倍は取りますね。まあでもそんなもんです。はい、じゃあ家帰りますか。はい、ということで戻ってきました。カメラ回してたせいでね、海入るのが1時間ぐらい遅かったんで、結構遅い時間になっちゃってるんですけども、まあ通常の素潜り、まあ夜の潜りだったら大体10時ぐらいには家に帰れるのかなって感じですね。長く潜る人はもう5時間とか6時間とか潜るけど、まあ大体2、3時間とかじゃないかな。そんぐらいで潜りますね。ちなみに海上がって漁協行ってたんですけども、あれはね、伊勢海老と夜光がね、生きてないとね、全然売れないんで、生けすにね、入れに行ってました。プラス、島ダコを競りに出して、今シャワー浴びて戻ってきたといった感じですね。まあ通常の素潜り漁師だったら、まあ10時半とか、まあここで終了です。お疲れ様でした。なんですけども、皆さん忘れてないですか？今日ね、赤屋から競り落としたんですよ、俺。そしてね、昼間に取った南洋カイワリ、プラス、売れなくて戻ってきたモンガラカワハギ、3匹あります。つまり、今からさばく動画を撮るってことですね。YouTuber ですから、僕は。まだ寝れません。やっていきましょうか。まず、これから、すっごい色してるよ。サポニーの色みたい。洗うのめんどくせえな。なんで五徳なんて掃除しちゃったんだろう、昼間。くっそめんどくせえ。はい、まあこんな感じですね。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。本当はね、これ金沢市とかで磨いたりとか、まだまだやんなきゃいけないんですけど、まあちょっとこれは今日はいいでしょう。はい、ということで今日はですね、こちら、赤ヤガラ、南洋カイワリ、モンガラカワハギ、3種類をさばいていきましょう。まああくまでもこれサブなんで、さすがにいつも通りやったらすんげえ長くなりそうなんで、パパッとね、さばいちゃいましょう。パパッと俺もさばけるから、多分。今日はね、3種類魚がいるんですけども、鱗があるのは南洋カイワリだけです。一旦、こういったら下に下ろして、鱗をね、落としていきましょう。うわ、めっちゃ取れる、これ。もうなんか、切ったらすごい血が滲んでるはずです。なんかこれをね、売るのはさすがにね、仲買の人に申し訳がないから、自分でさばきます。はい、そしたら、南洋カイワリ、鱗を落とし終わりました。さばいていきましょうか。で、まずね、頭を落としていきます。南洋カイワリはね、かなりね、味のいい魚で、俺はね、かなりね、好きな魚ですね。まあ、油が乗ってなかったらそんなにだけど、油が乗ってれば、めちゃくちゃ美味しいです。
胃袋には何も入ってなさそうですね。内臓脂肪もなしですね。ちょっと微妙かもね、この答えは。ある程度大きくならないと内臓脂肪乗らないのかな。これでね、内臓と頭が落ちました。次は、赤ヤガラ。ちょっと予定変えちゃってもいいですか？今、ふと思ったんですけど、この3匹とも結構面白い魚なのに、ポンポンポンってやるのちょっともったいなくないですか？ちょっともうちょっとね、個別にしっかり説明とかしたいんで、赤ヤガラは次回の動画にします。はい。次回の動画、赤ヤガラ出しますのでね、そちらお楽しみにといったところでですね、次。はい、こちらがモンガラカワハギですね。すごい見た目してますよね。下がさ、この白いブチブチで、口はさ、オレンジ色で、ここに関してはさ、トゲがあるんだよ。で、オレンジのラインがね、背びれのところに入ってて、で、ここにおもちゃみたいな、本当はね、ここ、水の抵抗を受けないように、この角をね、収納できるようにパカパカなるんですけど、こいつは、生意気だな。まあ一応なんですけど、これの捕獲映像見たい人はね、ジュエリーさんのチャンネルでね、上がるはずなんで、まあそちらでご確認くださいといった感じですね。打ち合わせしないんで、この動画が上がってる頃にあっちのチャンネルで上がってるかどうかっていうのは知らないんで、見に行ってもない可能性は全然あるんですけどね。はい、じゃあさばいていきましょう。まずね、尻尾を切っていきます。このハサミしょぼいんだよな。いきます。やっぱ枝切りバサミが最強だわ。キッチンバサミやっぱダメだな、魚さばくんだったら。で、ここにね、今尻尾切り込みを入れたんですけども、これなんでかっていうと、動画上じゃわかんないと思うんですけど、ものすごくね、皮が硬いんですよ。鎧みたいになってるのわかります？で、包丁、こっちから入れると全然入んないんですけど、包丁を裏側からこうやって入れると、スッと入るんですよ。裏側から、こうやって入れると、包丁が入っていきますと。まあ、ちなみにね、こういう、なんだろう、競りで戻ってきた魚は、素潜りの人たちはね、大体人にあげるか、さばいて伊勢エビのイケスの餌にしてますね。こいつもね、正直、やばい、広告が剥がれちゃう。この血があることによって、すぐ広告剥がされるから。まあ、こんな感じでね、皮がね、特殊で、すごくね、さばきづらいんですよ。もうね、火を入れると、絶品の味なんですけども、うわ、全然くっついてくるね。やっぱりさばきやすさっていうのもね、値段とか売れやすさに関係してくるんでしょうね。さばきづらいですもん、これ。やっぱりね、さばきやすい魚の方がね、同じ味でも売れやすいですよね。全然美味しいんだけどね、これも。さばきにくさで売れなくなってる。なかなか芳しい香りだ。まだ1日しか経ってないのに。これはね、力プレイです。よいしょ。で、これお腹のところにね、皮が残ってるんで、これ切っていきましょう。ここまで来るともうほとんどカワハギですよね。ここも切りたいね。こいつちょっと難しくないですか？こうやって包丁入れたらいいのかな？ここがね、背びれがすごく邪魔ですね。ゴマモンガラはね、死ぬほどさばいたんですけど、モンガラカワハギはね、2回目ですね。あ、取れた取れた。ハサミでいきますね。この角の部分なんですけど、すごいね、ここに硬い骨みたいなのがあって、おそらくね、包丁でやると欠けちゃうんじゃないかな。なんとかね、これを取り除きたかったって感じですね。ちなみにシガテラに当たる可能性があるっていう風に言われておりまして、ハワイとかではもう流通禁止にされてるぐらいの魚なんですね。なんで、肝臓は食べない方がいいと思います。でも日本で食中毒例あるかな？多分ないと思うんだけどね。骨が硬いとこの魚。よし！お腹も開いていきましょう。見てください。出汁はしないですけども、すごいね、ジャリジャリな腸をしてますね。こういうモンガラ系の魚っていうのは結構顎が強くて、見てくださいね、これ。口がすごいんですよ。すっごい歯してるでしょ。これで、カニとか貝とか、ウニとか、もうそういう硬い生物ね、ゴリゴリ噛み砕いてね、食べるんで、もう何かはわかんないですけども、砂利みたいなのがいっぱい入ってます。それではですね、この浮き袋を外して、で、血合いを洗い流していきましょう。これ血合いなんか手で取れそうだけどね。ほら。ここ食べたらシガテラに当たりそう。卵もありますね。卵。はい、そしたらですね、南洋カイワリとモンガラカワハギのね、下処理が終わったところでですね、まずゼイゴを落としていきます。ちゃんとアジなんですよ。
すごく役に立たない話をさせていただきますと、こういうね、この長さを対抗って言うんですけど、ここがね、広い回遊魚っていうのは、大きさあたりの引く力がものすごく強いって言われてるんですね。だから、南洋カイワリとか、GT とか、平アジっていう、ちょっとね、平べったいアジの仲間はですね、ものすごくね、引く力が強くて、魚つきでつくとね、すごいことになるんですよ。こいつはちっちゃいんでね、大したことなかったですけども、5キロとかなるとね、結構すごいんですよ。そしてめちゃくちゃさばきやすいですね。で、ここに切り込み入れます。腹骨をスッとやりましょう。うますぎわろた。いって背びれ触った。ムカついた。で、反対側やります。魚のヒレはね、大変刺さりやすいんでね、皆さんね、さばくときは気をつけましょうね。やっぱね、魚のヒレとかはね、雑菌が入ってるんで、なんだかんだ刺さるとね、しばらく痛いんですよね。ただのトゲではないですからね。汚いって言ったらあれですけど、衛生的にあんまりよろしくないトゲなんで、刺さるとね、よろしくないです。語彙力よ。おし。意外と大丈夫でしたね。背骨に当たったんですけども、なんか血が来てるのはこっち側でしたね。お腹側。身には全然血回ってないです。セリ出せばよかったな。はい、それでは腹骨落としていきます。ちなみにね、脂の乗った南洋カイワリは、俺回遊魚の中で一番美味しいと思ってます。めちゃくちゃ美味しいです。皆さんね、ぜひ南洋カイワリ見つけたら買ってみてください。ここ、ちょっと内臓に触れた部分が残ってるんで、これもね、取っていきましょう。取るぜ。で、また腹骨を落としていきます。包丁を入れる回数が少ないほどうまいっていう風に言われています。難しいです。はい、そしたらですね、ここの血合い骨を落として、で、裂くの完了ですね。はい、そしたらモンガラカワハギやっていきましょう。こいつ足が速いっすね。もうちょっと傷んでますもん。お腹から切り込みを入れていきまして、反対側までついたら背中から入れて、尻尾切り離しちゃったからやりづらいな。そういう時はここにね骨がつながってるんで、ここ切っていきます。これで OK で、背中側もいきましょう。骨の形が難しいな。でもね、骨自体はすごい硬いから骨の下に行くことはなくて、その点はやりやすいな。ここ OK。 ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったね。ちなみになんですけどね、モンガラカワハギ、ここ白くてここ赤いじゃないですか。なんでかっていうと、ここはこういう尻尾の動きをするんで、もう緊急事態ですよね。シュシュって逃げるときを瞬発的な筋肉、白い筋肉が使われてて、常に動かしてるこの背びれと腹びれ、ピラピラーってずっとやってるところは長時間使える筋肉、赤い筋肉がね使われてるんですよ。で、腹骨を取っていきましょう。逆包丁で入れて、入れれてない。入れて。これ腹骨なくない？こいつ腹骨ないわ。ちょっと傷んでるんで、ちょっと切りましょう。で、こいつもちょっと切りましょう。傷んでるんで。ちょっとね、腹骨ない。楽じゃん。そしたら、血合い骨を落としていきます。結構失敗したね。ものすごい量取っちゃった。血合い骨を、こうやって落としていきます。OK。で、今日はですね、唐揚げにします。唐揚げオンリーです。はい。じゃあ、切っていきましょう。お手頃なサイズ、一口サイズにね、切っていきます。刺身とかでも食べてもいいんですけど、初日の刺身俺あんま好きじゃないですよね。やっぱり2、3日、熟成させた刺身じゃないとね、あんまり好きじゃないんで、なら唐揚げで食おうかなっていう、そういった魂胆があります。それでは塩コショウを振っていきます。これがね、シンプルにして最強の味付けです。異論は認めません。最近やってなかったわ。だから手抜きとか言われるからね。手抜きっていうか、いつも唐揚げやんしかコメント来ないからね。いや別にいつも唐揚げではあるか。いつも唐揚げでした。でもね、海入った後はね、やっぱ唐揚げが食いたくなるわけよ。許して。袋の中に片栗粉を入れていきます。袋の中でやるとね、洗い物が増えなくていいですよ。と言ってる間にこぼしましたね。そういうこともあります。うわ、美味しそう。はい、シェイクしていきましょう。やばい。一瞬眠くなった。よし、やばい。唐揚げを今から作っていくのに、食べる前に寝られるかよ。うわ、なんかやばいことなってる。多分乾いてねえんだな。こっちやりましょう。
お乾いてねえんだな。しゃあねえ、ガスコンロでやろう。セット。じゃあ油を注いでいきまーす。さて温まるのを待っていきましょう。もういいでしょう。お、いいんじゃない。お、いいじゃんいいじゃん。うまそう。はい、それでは完成しました。いただきます。いいっすね、唐揚げ。これが南洋海割りですね。うわー、しみる。美味しい。もう全然パサついてなくてふわふわですごく美味しいですね。ここにちょっとあんかけとか作ってもよかったかもね。今日はいつもとテイスト違うんであんまり料理こだわってないんですけど、あんかけかけたらこれやばいな。では次、モンガラカワハギいただきます。これはまた全然違いますね。モンガラカワハギはね、もうトロッとした感じ。まあ、フグ寄りですよね、やっぱり。カワハギ系の魚なんでね。美味しいな。モンガラもね、全然美味しいんだけどな。匂いがあるけど。売れないような魚でもないんだけどな、味的にはね。うわー、美味しい。はい、それでは、ごちそうさまでした。ただいまの時刻が、こちら。0時55分ですね。ということでですね、今日は素潜り漁師の1日ということで出したんですけども、正直な話、冬場は、まあ、素潜り漁で稼ぐのは、夜はね、海がしけてさえいなければ、まだ稼げはするんですけども、昼に関してはね、正直厳しいっす。まあ、やっぱ夏場はね、浅瀬に魚が来てて、しかも警戒心もね、あんまりないんでね。まあ、稼げないことはないんですけども、冬場の魚つきに関してはもう、お金稼ぐっていうよりは、趣味だね。まあ、夜はね、ちゃんとした仕事、として稼げはするんですけどね。まあやっぱり素潜り漁師だけで生きてる人っていうのはいなくて、まあ農業とか飲食店とかね、土木とか大工とか何でもいいんですけども、まあそういうのをね、みんな兼業してやってます。はい。で、俺は YouTuber をね、兼業してやっているといった感じですね。あと冬場はもうこの沖縄周辺っていうのはもう風がね、常に強くて、基本的にね、海に入れる日っていうのがね、そもそも少なくて、今日の動画見て、じゃあ夜めっちゃ頑張ったらいいじゃんってね、思うかもしれないんですけど、そもそも入れる日が少ないですよね。とは言ってもね、自分が食ってく分ぐらいには頑張れば稼げるとは思います。はい。頑張ってそのぐらいだと思う。家族養うとかは無理でしょうね。せめて船持ってね、もっと効率的な漁法をやんないと、さすがに厳しいですよね。まあ俺も当初は、素潜りで全然稼げるっしょ。水中銃使えるんだぜ。思ってたけど、現実はそんな甘くなかったですね。全然稼げないです。まあ、別に俺はお金でやってるわけじゃないしね。楽しければいいかなって感じではあるんですけど。はい、まあそんな感じでした。もう今1時回りましたね。あとはね、歯磨きして寝ます。ということで最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。はい、どうもです。今回はですね、こちら、赤ヤガラっていう食材ですね。お腹がここからここまであるんですよ。超長いですよね。腸だけにね。胃袋なんか入ってますね。ちょっと見ていきましょうか。うわ、パンパンやん。